にちは。今回は逃げ上手の若君第8話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。受けと同時に手足の動脈切って失血するまで逃げ回る戦法家。防御が薄い手首切って、あとは失血死するまでに手上手するってことじゃないの。なかなかエグくてええな。鬼神沸騰って要するにカウンター技なんだろうか。相手の攻撃を食らう寸前でかわすのと同時に一太刀浴びせるみたいな。玄馬くんと同様に時行様も奇襲が得意なタイプだと思っていたので、敵の大将と1対1で正々堂々と相対する作戦を立てていたのは意外だったかも。鬼神沸騰については多分9話の冒頭で解説パートが入ると思う。若様は受けの方が得意だと公式に言及されてしまったな。受け上手の若君、綾子の格好どういうことなん？普通に袴履いてると動きにくいから脱いで結んでたってこと？パンツ丸出しになってたってこと？これは本当にどういうことなんだろうね。原作ではこうはなっていなくて、少なくとも結んだりしていない。普通考えに出てこない格好だと思うんだけど、単純にこの方が可愛いからとか、こんな風に結んだりしたら何かの拍子に足が引っかかったりして危なそう。ほぼ原作通りだよ。前側の裾も結んでる。3巻の20話21話あたり見てみ。その画像は袴の上に面入り小袖を羽織った状態で、戦闘の途中で小袖を脱ぐ。僕の綾子ちゃんはもう戦わせないでほしいよ。本格的な戦になっていたな。さすがに子供たちだけで屈強な兵どもの相手するのは限界があるから。諏訪郡の大人たちも動員してたけど、てか召喚がかなりのサイコパスで驚いた。今期で一番面白いアニメになってきた。尖った表現が素晴らしい。作が気合入りすぎだろって思った。おっさんのアップをここまで綿密に描くアニメもなかなかないぞ。残酷描写がっつりで攻防の緊張感いいな。トメイや CG も使いつつ、要所要所はしっかり動かしてるし、敵の強さ抜け目なさがしっかり伝わるのも良い。考えてみたら本格的な戦ってここが初めてなのか。 CG といえばアリさん気合い入れすぎ。あのアリはイメージかと思ったら、ずっとくっついてるから買ってるのか。アリのスタンド使いか。体にアリ飼ってる親父キモすぎる。てかメインキャラは可愛いけど、おっさんキャラは結構写実的でグロいよな。むしろ雫や若みたいな美少女、美少年は添え物で、貞宗や召喚みたいなおっちゃんがメインだと思ってる。召喚すげえな。声優さんすげえと思って調べたけどやっぱ大ベテラン。こういうのは若手では無理。奴隷の子供シーン。違うタッチの人を持ってくることで怖い感あっていいね。子供が見たらトラウマになりそうな回。召喚って一応入道なんだな。頭を丸めてるの単なるスキンヘッドかと思ってた。仏を信じてないやつがなんで出家してるんだろう。偽名だし、勝手に入道名乗ってるだけじゃね。乱世で仏教を都合よく利用してるって意味ではそれっぽい。この召喚って五大院よりクズじゃないの。略奪が珍しくもない時代に略奪してるだけだから、ただの人間のクズ。武士の世界で生きているのに多大なる信頼を裏切った五大院はどけどう評価。ステレオ演出、予想はしていたが、渋いボイスでやるから思ってたよりも面白かった。あれどういう意味なの？心の声が聞こえた的な。あれは文字を直接見る漫画という媒体だから成り立つギャグをどうにか映像化してみたらああなった的なもの。もともとは例えば少年という文字に4巻本に10万円という極小ルビが振ってあるんだよ。それを音声として同時に流したのが今回の表現。そういうことだったのか。原作読んでなきゃわかんないな。本編の漫画だとルビゲーのメタギャグだけど、アニメだと召喚の不気味さの演出、緊張感が途切れずよかった。鎌倉豆知識。子供を打った金で飲む酒はうまい。俺は雫が欲しいな。ただ下は切らないでほしい。三冠門ってどのくらい？もともとは穴あき動線まとめた1000枚が一巻ということらしいので、
通貨価値にもよるが30万から50万ってとこじゃない。4人の中で仏のやつが一番強いんか。フランス国旗の人は実はそんなに強くないけど、プライド高くておだてに弱い性格を吹雪に見抜かれて誘い出されて、格好で撃破される展開なのかな。一番強い人の顔の色って普通、フランス国旗の色だったんだな。ギャグアニメだったのか。今さら気づいた。でもくくったらフランス三色旗の発案が1789年で、北条時行が死んだの1353年じゃねえか。時空も超越したアニメってことか。大人が超強いけど、子供が知恵と勇気で立ち向かうの古き良き王道って感じだね。アニメ面白くて最高なんだけど、展開知ってる原作勢としては短すぎに感じてしまう。1週間待てんよ。てかあと4話で終わりか。今期はタイ食べて終わりかな。一期で久し番主の顔見せまでやるかな。久し番主に人気声優揃えてたら、本格的な出番がある3期までやると見ていいだろう。圧倒的な盗賊侍集団を相手に貨幣と子供だけで挑む防衛戦。今回も何カットか。描き手のセンス全開の絵が入っていて見応えあり、作画が高度に安定しているからこそこういう変化球がグッとくる。攻めるより受けるのが得意。イニシン。お金にゆずもれる若様にハイパーインフレーションの予感。地の利を生かした頭脳線の先で整えられた1対1。全身鎧と担当。冷静な義道を前に、優しさこそが強さだと証明する。それはそうと、フランス男、お前本当は強いのか。いや面白かった。本格的な戦は初めてでは。それぞれの策ややりとりも面白い。しかしアニメだと吹雪がやたら魅力的に見える気がする。召喚の悪党っぷりが敵として清々しいですね。時行の活躍は次回ですね。子供たち目線で描く強者たちの脅威さがいい。改めて敵として意識させて彼らを食う流れまで用意し、その先のカタルシスを狙ってくる見せ方を意識した戦よ。この展開に心くすぐられてしまうのは自分が男の子だからなのかもな。しかしフランス顔、お前が一番強いのかよ笑い。今週は戦術。後方から弓を放つ伏兵は、あえて放置する方が被害が少なくなるとか、鎧や兜の防御面の話とか聞いてて面白かった。召喚にダメージを与えているような演出があったところで終わりだけれど、続きが気になる。夏草や変態どもが夢の後、いやーやっぱネウロや暗殺教室の作者だけに、作中のキャラもある意味生き生きしてて楽しくなってきました。本当変態は最高だな。召喚たち悪党が決して無能ではなく、むしろ手強い敵であることをじっくりと描写することで、吹雪の持つ類まれな軍師としての才能が一層引き立つし、時行だからこそ可能という鬼神沸騰が一体どんな必殺技なのか興味が尽きない。それにしてもフランス野郎が一番強いとは驚きです。前転かけて見応えあるバトルを描いてて、圧倒的勢力を誇る敵を罠にはめて少数で蹂躙していく展開が気持ちいい。この不利な劣勢をひっくり返していくカタルシスがこの作品の魅力なんですよね。時行級の棟梁同士の対決も見逃せないのです。悪辣だが治癒どもに優れた敵を策と罠と武勇で倒す。これぞ戦物語の醍醐味。こういう話が書ける松井先生に改めて脱帽。召喚役の東地弘樹さん、外道を極めた喋りっぷりはさすがの名。人を金に換算する独特のセリフの表現は二重にしたのか、お見事。アバンの時行くんの逃げの動き、空間ふわふわで一話のあの興奮再びという感じ。その分攻撃との落差が激しい。吹雪くんの言葉で、若君の瞳にキラッと一瞬星が光るのが可愛かった。しかし原作通りとはいえ敵の非道さが恐ろしい。この時代の山賊とか絶対会いたくない。この世で最も優しく、慈悲深く、この世で最も残酷な剣。前回召喚は、南無阿弥陀仏を罪をチャラにしてくれるって言ったけど、正しくは救ってもらえることへの感謝なんだよね。討ち取ることが悪党にとって救いになるのかなって。それが時行の優しさで武器なんだと。命がかかった戦いで緊張感がえげつなくて、
一瞬が永遠に感じるくらい画面に吸い込まれるのに、舞は面白すぎて楽しすぎて放送時間は一瞬に感じてしまう。この不思議な感覚は何なんだ。どの瞬間も芸術的に美しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。